皆さん占いは好きでしょうか？今日は占い師のたけるくんに来てもらってます。じゃあお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日占い師のたけるくんに来てもらってるんですけど、はい、これからちょっと簡単自己紹介から聞いていきたいと思います。お願いします。じゃあそのたけるくんが得意としている占いは何ですかね？僕得意としてるのは、四柱推命っていう占いと、あとタロット占いが、得意なんです。はい。じゃあこれからそのじゃあまず四柱推命からはい。たけるくんに教えてもらおうと思います。はい。この四柱推命はこの5つの、木、火、土、金、水で、これの5つの元素から成り立ってるんですけど、これが木火土金水って言って、これがさまざまなエネルギーを持ってて、どれが当てはまるかによってその人の性格だとか、はい、その未来ですとか、そういうのの、推命ができるっていう。なるほど、属性みたいな。そうですね、重要な一つのポイントとしてこれですね。で、この流れっていうのは木から火に、書いてある通り火から土に、金から水にってなってるんですけど、これが、木は、火に、焚き火とかする時とかに、はい、燃料になりますね。燃えますね。そうですそうです、はい、でこれ役に立つんですけど、役に立つ、はい、これ役に立つんですよね。はい、で火は土、燃えてその燃料燃えたら灰になるじゃないですか。はい、で灰になったら、土に戻る。はいはい、なぜね、土に戻って、その土がやがて土から掘られて金になりますよね。そうですね。金は金属を作りますね。そうです。鉱山とかあるじゃないですか。でそこからその金が錆びて最終的には水に戻るっていう。結構この辺、ここは結構無理やり感あるんですけどね。はいはいはい。で最終的にこの水は木を育てる。そうです。お、すごいですね。そうです。次この説明なんですけど、これは木火土金水で一緒で、さっきとこの流れが違うんですけど、はい、これはこう国すって言いまして、相手をこう敵対関係、はいはいはい、やっていく上でこれが全てが悪いっていうわけではない全然ないんですけど、はい、でこう金なんですけど、これは言い方変えれば鉄とか刃物とか金属ですか？金属ですね、はい、勝手に言えば、鉄物、はい、でこれは木はその見た目は木なんで、うまく使う材料として使うためには金ないと使えないじゃないですか、新しい家とか建てるためとか、でそういうので結局その金は木を切るっていうね、こっちをこうで国すですね。で、木は、土は、木から栄養を取られるんで、こっちの方向に、なるほど栄養取られますよね。はい、なんで、木は土を国す。で土は水路はその土によって変形というか変わりますよね。道筋が、水を流れる方向も土次第で変わっていくんで、土は水を国すと、で、火はこのまま水に消されるんで国されると。で、火は鉄っていうのは、火によって形変わる、炙ったりしたらそうですね、変形するじゃないですか。それが、変形されるんで、火は金を国すと、でこれが総称してこの形になるんですよね。
それで最後、もう一つあるんですけど、で、まあ、ていうか次の回で実際にシートでゆうくんの生年月日からこう全部割り出していきたいんですけど、全部がこういう風な関係じゃなくて、まあ、生年月日それぞれ出していくんで、こういう関係もあるんですよ。こういう同じダブルですか？ダブルの関係であるんですよね。こう対もう全部対ってやってると思うんですけど、はい。これはこれでこういう風に一緒の5行の関係が、合わせる、場合もあるんで、はい。これは秘話っていうんですけど、火は。最初に説明した、総称と国数っていうもの、はい。これも、総国っていうんですけど、まあ見た感じだとこれは国してるんで、はい。良くないっていうイメージがあると思うんですけど、その全部を見てみないと、生年月日から割り出す一つの項目だけじゃないんで、これからやっていく上で、これだけ見てダメっていうことは全くないんで、なんていうんですかね、なんか学んでいく上でとかで、多少のストレスとか、誰かがこう尻叩かれないとダメな状況とかもあるじゃないですか。ああ、はい。そういう状況とイメージしかいればね、いいと思いますね。でこちらもこのサイクル、役に立っていってサイクルではあるんですけど、このまま甘んじて、何もしないで、相手のままで、相手に身を任せて甘えちゃうんで、これだからっていいってわけでもないんで、他にこれと違うね5行が合わさって見ていかないと、これだけではいいってわけではないので、そうですね。ここから、始めていきたいと思います。じゃあ今ちょっと簡単に本当に触りの最初の段階なんですけど、5行のこの木火土金水の、エネルギー、人が持っているエネルギーの関係についてお伝えさせていただいたんですけど、四柱推命で分かることは、人の宿命って勝手に決まるっていうんですかね、もう神様から与えられて決められること、運命的な。そうですね。それで次は運命なんですけど、とあと環境、そうで、その宿命が 30% って割合でいうと、で運命が 60%、環境が 10% っていうその四柱推命の、占いの割合なんですけど、で 60% 運命なんで、60% が半分以上占めてっていうことで、そういうことですね。だから四柱推命でこう推命できたことを自分で変えることもできるっていうことですね。運命は必ずしも運命だけではない。そうです。なんでそこをね、占ってやっぱりその自分の運命に抗うには四柱推命で見てもらった方がいいんですよね。そうですね。四柱推命である程度その未来のこととか読んでいければなと思います。全然そのお伝えできないことも最初なんでいっぱいありますので、これから。じゃあ例えばさっき、紹介します木火土水金、木火土金水、はい、それ人それぞれ持ってると思うんですけど、はい、それはどうやってわかるんですか？木火土金水は、それは、この後勉強する、その生年月日で出してくる生年月日で数字じゃないですか。それも四柱推命はもう中国から来た占いなんで、それを漢字に直すんですよ。その干支とか
あ、はいはいその誕生日月のその干支とかあるじゃないですか。はい。それで誕生日何月でしたっけ？自分は3月。3月って言ったら3月の漢詩があると思うんですよね。はい。それに当てはめてその漢詩が木火土金水のどれに当たるかっていうのがあるんですよ。はい。はい。なんでそこを全部漢詩に当てはめて、水明し木火土金水が分かります。はい。じゃあそこはじゃあ次回そうですね、次回やるということで。そうですね、次回ゆうさんの水明を少しずつ、していきたいと思いますね。僕の数学で、はい。はい。まあ、勉強しながら。そうですね。で今後としましては、まあ、それで、まあ、いろんな、まあ、有名人とか参考にしながらやっていきたいなと思います。水明を。ではまたよではまろしくお願いします。たよろしくお願いします。